こんにちは、梅野です。本日は梅の写真を撮っていきたいと思います。はい、梅の写真を撮りに来たんですけれども、残念ながらまだ全然咲いてなくて、ほぼつぼみか、ちょっとだけ咲いちゅうとこがあるかなっていうところなので、全体を撮る写真っていうのは無理ですので、ちょっとこの望遠レンズを使って、一部だけを切り取るような感じで撮っていきたいと思います。はい、1枚目ここから撮っていきましょう。枝が右から左に向かって伸びていますので、ちょっとこの右側によって斜めから撮るような感じでいきます。で、この手前にあるやつはボケさせて、先端の一部のお花だけにピントを合わせることで、こっち側は全部ボケて、ボケながらピントが合っていく、そういう感じで撮っていきます。そうすることで、スナップ写真のような雰囲気で撮ることができると思うので、ちょっとこのローアングルから狙っていきます。はい、カメラの設定していきます。F 値を 2.8 に設定して、手前の梅の枝とか花はボケさせて、一番先端の方のお花にピントを合わせていきます。そのために F 値 2.8 に設定しました。で、シャッタースピードがここちょっと影になってて暗いので、ISO感度がオートで、200ぐらいになることでシャッタースピード200分の1秒確保しています。露出値プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。画面の右下から枝が伸びてきまして、左上の方に抜けていくような配置で撮っています。で、手前の枝とか梅の花をボケさせたことで、画面に色が散らばったような感じになってまして、で、背景は青空になっています。半逆光の環境を撮りましたので、梅の花自体にも明暗差がありまして、光に透けている感じとか影があって立体感もあるかなと思います。で、手前からボケさせて撮ったことで、しっかり撮った写真というよりはスナップ写真のような雰囲気で撮ってみました。そしたら次撮っていきましょう。はい、次は青空をバックに撮っていきます。梅の花が少ないということもあるんですけれども、この先端にあるどこかな、これか、この梅の花にピント合わせて撮っていきます。で、この先端のお花を選んだ理由は、もう他の枝とかを全く入れずに、あの花だけを日の丸構図でシンプルに撮っていきます。で、背景は今日青空一色じゃなくて、いい感じに雲がありますので、あれも使って撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。ここは F 値10に設定して撮っていきます。F 値10に設定した理由が2つありまして、1つは今日風がすごい強いので、お花がピュンピュンと揺れています。なので、多少ずれてもピントが合うように被写界深度の深い F 値10に設定しました。で、もう1つは背景を F 値低くしてしまうと、雲とかも全部ボケてしまって、青一色みたいな感じになってしまいますので、 F 値10に設定することで雲の形はくっきり映らないんですけれども、雲もあるよっていうこの感じを出したかったので F 値10に設定しました。F 値10でも空向かって撮るので、シャッタースピードは200分の1秒出ています。なので ISO 感度100で OK です。露出値プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。シンプルに日の丸構図で、そこに梅の花を配置して撮りました。で、右側の方から枝が1本ひょろひょろと伸びてきて、ど真ん中に花があるような感じです。で、F 値10にしたことで背景の雲が色一色にならずに、雲の形が微妙にわかるかなっていう感じで撮れています。で、他はもう背景にすることで、写真に余白を残す、そういう感じで撮ってみました。
余白を残すことで反対にこのど真ん中にあるピントのあった梅の花に目線を誘導させるのと、梅自体の美しさというか、ちょっとだけしか咲いていないという感じを出したかったので、他のごちゃごちゃしたところを映さずに背景がドンとあって、そこに小さく梅の花が映っていることでちょっと凛とした雰囲気を表現できたんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここの赤い梅の花を撮っていこうと思います。梅の花ってこの梅の木ですね。木ってこの枝がすごい細くて、例えばここで綺麗だなと思って撮ってしまうとなんかすごいごちゃごちゃすると思います。なので梅の花を狙う時は基本的にこの枝の先端とかを狙った方が背景がすっきりして、いい写真になりますので、梅のお花狙っていく時はこうじゃなくて、枝先っぽを狙っていくと綺麗に撮れます。なので今回もよいしょ、この先端のお花を狙って撮っていきます。で縦に綺麗に伸びて生えてくれてますので、これ縦構図で切り取って、で今回は、ふわっとした感じじゃなくてちょっと改造感バキバキの感じで質感を表現して撮ろうかなと思います。はい、カメラの設定していきます。ここは F 値 4.5 にちょっと絞ることで、レンズの改造感をフルに発揮して撮っていきたいと思います。シャッタースピードは800分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。青空をバックに赤い梅の花を撮りましたので、青色と赤色の対比になって、色のコントラストが綺麗な写真になったかと思います。でど真ん中にある花びらのところにピントを合わせてまして、そこはバキバキに改造してくれて、質感が結構表現できてるんじゃないかなと思います。アップしないとわからないんですけども、で縦構図で撮りまして、梅の花と木の枝で背景の青空だけにシンプルに撮ってますので、よりお花のこの魅力が伝わるんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はこの黄色い梅ロウバイを撮っていきたいと思います。花びらが透けやすいタイプの梅になりまして、で反射してもテカテカして綺麗なのでこれを撮っていきます。で撮るポジションは逆光の位置に構えまして、綺麗に透けている姿を撮っていきたいと思います。でここも満開じゃないんですけど、この何かな茶色のつぼみみたいなやつがいっぱいついてますので、このモノトーンな色味の中に黄色があることで黄色のお花がより映えると思いますので、黄色のお花は一部だけにして、他はこのモノトーンな木の枝とかこのつぼみみたいなやつを多めに入れて撮っていきます。で逆光で撮ることで、先ほど言った通り花びらが透けるのと、背景に松の木があるんですけど、そこが葉っぱにキラキラ反射してまして、それが玉ボケになると思いますので、こういうポジションで撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。 F 値は4に設定して、背景の玉ボケをきれいに丸型にするのと、被写体のところにピントを合わせて、他が若干ボケつつ撮れるような感じにしたかったので F 値4に設定しました。シャッタースピードは800分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。で露出値はプラマイゼロで、逆光で撮るとちょっと全体的に明るくなってましたので、ここはハイライト重点速攻使いまして、明るいところが白飛びしないように設定して撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。光につけているロウバイにピントを合わせて逆光のポジションで撮りましたので、光に花びらが透けて綺麗かと思います。でその他の部分はモノトーンな木の枝とかつぼみで埋めまして、で左上の背景のところは玉ボケを配置して撮りました。で明確に綺麗な色があるのはこのロウバイのお花だけになってますので、そこにピントがいくことと、小さいお花を小さく撮ってあげることで、よりその
このモノトーンなところにある存在感が際立つんじゃないかなと思います。はい、最後は向こうにある電波塔を絡めて白い梅を取っていこうと思います。でここに上から下がってきている枝がありますので、これを塔にかぶせて左上から枝が出てくるような感じで縦構図で切り取っていきます。で塔がもう結構離れてますのであんまりはっきりは映らないんですけれども、青空一色よりはちょっと赤白の塔があったらちょっと面白いかなと思ったので、ここ撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。背景の塔もできたらもうちょっと映したいので F 値は16まで絞って撮っていきます。そうすることで背景がボケにくくて、塔があるっていうのが分かるぐらいには映るんじゃないかなと思います。シャッタースピードは250分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出値プラマイ0のここは白い梅なのでそこが白飛びしないようにハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、そういった写真がこんな感じになります。梅の枝が左上から、下に下がって降りてきてまして、背景の雲が左上と右下にありまして、バランスのいい配置になってます。でその背景に、赤と白の塔がありますので、色の要素っていうか、いろんな色が入ってよかったかなとは思ってます。いい写真かって言われるとちょっと何とも言えないんですけど、あの塔を入れて撮ってみたかったので、こういう感じで撮ってみました。はい、本日は梅のお花を撮りに来ておりました。ちょっと来るのが早くて梅があんまり咲いてなかったんですけれども、一応撮ることができました。で、動画ではちょっと伝わらないと思うんですけど、今日すごい大荒れの日になってしまいまして、寒すぎてちょっと口が回らなくて何言ってるかわからないところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。でやっとねこの梅とかが咲く季節になってきましたので、また今年もいろいろお花の撮影を楽しめるかと思います。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。